どうもリュウクです。今回はずっと前から気になっていたシンプルなデザインの突っ張り棒ドロワラインを買ってみたので、実際に設置してみて気がついた注意点や良かった点、少し気になる点を解説していきます。それでは行ってみましょう。まずはじめに注意しておいた方がいいと思った点が2つあります。ドロワラインの購入を考えている人はここだけでも聞いていってください。用意するものを確認。この製品は設置する際、ずれ防止にゴム製の素材を天井と床に挟み込む仕様になっており、その際に必要な工具が一つだけあります。それがホッチキスです。天井にビスで穴を開けて固定する方法とホッチキスでピン止めする方法がありますが、今回はホッチキスを使ったやり方を採用します。180度を展開できるもので、芯の射出部分がせり出したものを用意するとスムーズにピン止めすることができます。逆に180度を展開しなかったり、射出部分が埋まっているホッチキスだとうまく止めることができないので注意しましょう。設置場所の高さを確認。設置可能な天井高の範囲を確認しておきましょう。日本の住宅のほとんどが問題なく設置できると思いますが、買って届いてから合わなかったとなってしまっては大変なので、一応長さを測って確認しておきましょう。ここからは買ってみて良かったと思った点を話していきます。現状回復可能。今回購入に至った決め手の一つとして、現状回復が可能であるという点があります。戸建て、賃貸といった物件の種類にかかわらず、むやみやたらに天井や床に穴は開けたくないですよね。しかし現状回復可能な DIY 製品は耐久性に難があったり、デザインが武骨だったりすることが多いです。ドロワラインはデザインの良さとおおむね十分なホールド力を兼ね備えながら、外しても跡がほとんど残りません。天井の素材によってはホッチキスでついた穴が全く見えなくなってしまうほど綺麗に元通りになります。賃貸物件や将来貸しに出す予定の住まいに住んでいる人にとってこれほど嬉しいことはありません。強いて言えば長年圧迫し続けることで丸い跡が残る可能性は十分にあります。それでも比較的柔らかめのゴムをかませているので、通常のプラスチック製の突っ張り棒などと比べるとさほど悲惨なへこみにはならないと思います。工具がいらない。設置に必要なものは先ほども言ったようにホッチキスだけです。ドライバーや特殊な工具は一切必要としません。床に対して垂直を取るために水準器があると便利ですが、ない場合は iPhone のコンパスアプリで代用することができます。カスタマイズの柔軟性が高い。この製品の魅力の一つが高いカスタマイズ性です。おしゃれアイテムっぽい振る舞いをしながら多くのオプションパーツで男心をくすぐる、なんともあざといプロダクトです。今回は照明とラックとしての役割を与えたかったので、シンプルにランプとトレイ、テーブルを購入しましたが、それ以外にも多くのオプションパーツが売られています。そして何よりこのオプションパーツは後から追加することができます。製品の構造上、天井にくっついている固定用のパーツは棒のスプリングを緩めることで簡単に外すことができます。つまり後から欲しくなった機能を気が向くままに追加できるということです。さっきよりもちょっと欲しくなってきましたか？さらに加えると、ドロワラインのオプションパーツの多くはリセールバリューが高いので、不要になったパーツはメルカリで売ってその売り上げで買い足すこともできます。組み直しのしやすさ、売りやすさの観点から非常に柔軟なカスタマイズを楽しむことができると言えるでしょう。部屋に好きなものが増える。床に直置きする棚と違ってトレイやテーブルの高さを自由に変えることができ、さらに床のスペースをほとんど占領しません。
小さな子供がいて棚は置きたくない、部屋が狭くなるから大きなラックは避けたい、いろんな理由で諦めていた何かを置くスペースが生まれることで、写真やフィギュア、観葉植物を目に入る位置に置くことができます。僕は比較的ポスターや派手なインテリアは気が散ってしまうので好きではありません。それでも自分が好きなものや観葉植物がひっそりと佇んでいると、何でもない日でもテンションが少し上がります。ここまでベタ褒めしてきましたが、もちろんいまいちな部分もあります。ここからは少し気になる点を話していきます。揺れる。この製品は金属製で全体的にずっしり重いです。天井の高さやどの位置にパーツをつけるかにもよりますが、支点が上下の末端しかないので、ぶつかったり強く押したりすると揺れます。特に今回買った長いタイプのランプアームを頭がぶつからない程度の高さにつけると、押した際に大きく揺れます。もちろんゴムとピンでホールドされているので、揺れたからといって位置がずれたり破損することはありませんが、人によっては少し不安に思うかもしれません。落下の心配。少し揺れるというのはずれる以外にも置いたものの落下を引き起こします。トレイは本体同様のザラッとしたマットな質感で、高めの縁もあるので大丈夫ですが、木製のテーブルはツルツルしているのに加え縁がありません。テーブルの上に花瓶や重いものを置くのは控えた方がいいと思います。それでもテーブルに何かを飾りたい場合は、耐震ジェルや繰り返し使える両面テープなどを使用するのがおすすめです。小さな子供に対する懸念。0歳から5歳くらいまでの子供にとっては何もかもが新鮮で、目についたものはとりあえず全て触ってみたいものです。そんな子の目の前にドローアラインが現れたら、きっと目を輝かせることでしょう。危ないから触ってはいけない旨を伝えて理解できる年齢なら問題はありませんが、そうでない場合は日々の心配要素を増やしてしまうかもしれません。もちろん高いところにトレイが設置できて、小さな子供が簡単に触ることができない安全なインテリアという側面もあります。しかし一方で、棒に勢いよくぶつかったり揺らしたりすると、高いところから物が落ちてくる危険性も伴います。僕が確かめた感覚値では、よほどの力を加えない限り突然外れたりはしないと思いますが、トレイやテーブルに置くものにはテープで固定するなどできる対策はしています。家に小さな子供がいて少し心配な方は、子供が大きくなってからの楽しみにドローラインを取っておくのもいいかもしれません。今回は以上になります。普段はバッグのレビューをしたり、生活に役立つ情報を配信しています。別チャンネルのイミグラムでは200個近くのバッグを動画で紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Twitter、Instagram、TikTok もやってます。フォローしてくれたら嬉しいです。最後にこの動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバイ。